99% の日本人スキーヤーが知らない、あるいは勘違いしていることがあります。日本人スキーヤーと欧米人スキーヤーの滑りを比較してください。根本的な違いに気づきませんか？これに気づかないと、どこかの段階で上達が頭打ちになります。欧米人が体を大きく使って滑っているのに対し、日本人は何か縮こまって滑っています。欧米人が体を大きく使う、つまり骨盤を立てて伸展加圧をしているのは、その方が大きな力が使えるからです。日本人は丁寧に滑ろうとしたり、失敗してはいけないと考えていたりするから、体をなんか縮めて腰が引けて屈曲加圧をするのだと思います。体を縮めた方が器用に滑ることができますからね。しかし大きな力は出せなくなるのです。そもそもそれが正解だと 99% の日本人スキーヤーは思っていると思います。なぜならスキーを始めたその時からこういう腰が引けた屈曲加圧の間違った暴言を教わるからです。正しい暴言はこうです。骨盤を立てた伸展加圧の暴言。もう一度。こうではなくてこうです。日本と欧米のスキースクールで最初に教わる暴言の違いを見てみましょう。はい、全然違いますね。ここから全てが始まっているのです。上級者は今の自分の壁を乗り越えてもう一段上を目指したければ大変ですが、この根本から滑りを見直す必要があります。初級者、中級者も後から癖を直すのは何年も時間がかかるので、今すぐ直した方が良いでしょう。ゴールデンウィーク北海道合宿ではまさにこのスキーの根本を見直す練習をひたすら行いましたので、レポートします。ありがたいことに地元北海道からはクラウン、正指導員、さらにフィスレーサーなどかなりハイレベルな方々が多数参加してくれました。何が面白いというか興味深いのは、そういったハイレベルな方からスキーをまだ始めたばかりの方まで全員同じ練習メニューで各々実際にレベルアップすることです。つまり上級者でも初心者でもやることは同じですが、それぞれのレベルで単に精度が異なるということですね。上級者の滑り、初心者の滑りがあるわけではありません。今回のテーマは、というかいつも同じテーマですが、伸展加圧です。伸展加圧を身につけないとアルペンも技術戦もなかなか上位の成績は取れません。ところが今回習いに来てくれた北海道のハイレベルな方々全員が滑りが屈曲加圧で伸展加圧の概念自体を知りませんでした。なるほど、スクールは中低速の滑りを教えるので伸展加圧を教えてくれるスクールはどこにもないということなんですかね。メーカーの合宿や県連の強化合宿などでは伸展加圧を教わることができるのかもしれませんが、選ばれた人しか参加できませんし、屈曲加圧は中低速用の滑りで腰が引ける、腰を落とす滑りです。角を使います。インエッジが大好きです。背中を丸めます。そして大きな特徴はジョギングのようなながら運動なことです。それに対し伸展加圧は中高速用の滑りで骨盤が立っている、腰を落とさない滑りです。面圧をメインに使います。両足のアウトエッジ側に乗ります。ドローインして肩甲骨を寄せます。そしてジョギングのようなながら運動ではなくスプリント系の運動です。旭川温泉スキースクールの阿部先生はもちろん屈曲加圧、伸展加圧両方自由自在です。こうやって見比べると屈曲加圧の滑りはながら運動ですよね。屈曲加圧はジョギング系のながら運動、伸展加圧はスプリント系の反発運動です。ジャンプで考えると沈み込みジャンプなのか反発ジャンプなのかです。いちいち沈み込んでいては速い動きができませんよね。馬だって低速のトロットから高速のギャロップに自然と切り替わります。
スキーも低速と高速で滑り方を切り替えないといけないのです。今回の動画ではゴールデンウィーク合宿で行った新天カーツを身につけるための練習メニューの数々をご紹介します。屈曲カーツの滑りの特徴、癖を新天カーツのものに修正するための練習です。スタンスと歩き方、内旋、外旋、レロレロ、くるくる、キックターン、裏キックターン、キックターンで滑る、外足出す暴言、先落としからの谷開きシュテム、すり足、そして最後にコブ練習。こういった基本的なパーツ練習といっても他では聞いたことがないようなパーツ練習で面白いように滑りが変わります。まずスタンスですが、足踏みしながら両方のかかとが股関節の真下に来るようにします。つま先はまだ外側に向いています。この時足裏はかかと、母子球、小子球の3点に体重が乗っています。スキーはつま先が外側に向いていては滑れないので、つま先を閉じてパラレル、もしくは少しプルークにします。この時やってもらえれば分かりますが、母子球は浮きます。体重はかかとと小子球の2点を結ぶ外側のラインに乗ります。これが骨盤が立つ基本姿勢なのです。母子球には乗りません。そしてこの時膝はスタンスより少し広げてがにっています。ところが母子球に体重を乗せるとこのように腰が引けて X 脚になってしまいます。これでは雪面に強い圧をかけられませんし、かっこ悪い。だから母子球に乗るというのは間違いなのです。小子球、外側アーチに乗り腰を立てるのが正解です。次に歩いてみます。まずかかとから着地し、次に小子球の方に重心が移動します。そして母子球に重心が乗った時に腰が乗って骨盤が立ちます。そして自然に一歩前に進みます。新天カーツです。ところがかかとから着地した後にそのまま母子球に乗る。そして一歩前に進むと腰が立たずに引けてしまいます。屈曲カーツです。これが人間の歩行原理です。なのでスキーも足の内側しか使わないとか、母子球に長い時間乗っているのは良くなくて、ほとんどの時間を足の外側に乗っていて、加圧の一瞬だけ腰が立った状態で母子球を使うのが正解なのです。またターンの最初の指導は内膝の返しです。前のターンが終わってフラット、前のターンの外足、次のターンの内足の膝を返します。もちろん内足首も返しますし、内腰も入れます。そしてこの時頭は逆側、つまり外側あるいは山側です。ターンの指導を頭や上体からターン内側、谷側に入っていく人は反動で内膝は戻ってしまい X 脚になります。ターン指導で頭から行きがちな人は内膝の返しとともに頭は外を意識すると良いでしょう。膝をスタンスより少し広げて足の外側に立つ練習。かかとから小子球、そして母子球に乗った時に骨盤を立てる歩き方。内膝の返し、頭は外。これらはこれからのオフシーズンの日常生活で意識して確認を何度も行えば次のシーズンには身についてるのではないでしょうか。次は股関節の内旋、外旋です。スキーは股関節を前後、左右に動かすよりも内旋、外旋で動かすのが正解です。ところがほとんどの人が股関節を前後左右に使い、内旋、外旋で動かしていません。なのでそもそも内旋、外旋の動きに対し股関節が硬く、このようにスムーズに動かせません。この動きも母子球に乗っているとうまくできません。小子球側に乗っているからできるのです。
ちなみにこの内旋が外足の時の動き、そして外旋が内足の時の動きです。連続で行うと以前お話した8の字運動になります。この動きも普段からイメトレで習得してみてください。良いストレッチ方法があります。スキー板を立てて外旋、180度スキー板を外旋します。内旋、90度以上スキー板を内旋します。これをしばらくやると可動範囲が広がりますし、意識して内旋、外旋ができるようになります。次はレロレロです。板をフラットにしたまま内足、かかとを中心に連続で回旋する練習です。レロレロは普段の滑りやカービングの真逆だから多くの人が全然できません。これはすごいですが、外足が前に出ているだけで回旋ではありません。うまくずらし始めているけれど、最後エッジングが入ってしまいダメですね。回旋になっていません。同じですね。母子球に乗ったかかと押し出しです。母子球に乗るからエッジングしてしまうのです。これもかかと押し出しでワイパーです。さらに足が体から離れるのでターンになっています。これはもう完全にターンですね。これ実は内藤癖が現れています。こう始まる時点でこれ内藤なんです。見本は体の下で足を操作してます。これが内藤ではない操作です。図で説明すると、やってほしいのは内足のかかとを中心に回旋。これが正解です。両足をかかと中心に回す。そしてそれに合わせて外足が前に出る。これは違います。途中まで内足のかかと中心に回して、後半外足の母子球中心にエッジング。これも不正解。足元だけを見るとなんか戻っているように見えますが、実際は落差があるのでこうなります。落差なしに戻すと外足母子球中心が良くないことがよくわかります。最初から外足の母子球中心にかかとを押し出しワイパー。これももちろん不正解です。落差を加えるとこうなります。こう滑っている人実に多いです。母子球中心のかかと押し出しからかかと中心の回旋に滑りの本質を変えないといけません。これはまあまあできていますが、腰が引けてるのが気になります。それだと屈曲加圧です。これも屈曲です。腰を立てて伸展の動きにしてほしいのです。ずーっと腰引いたままやってるから、腰立ててやってほしいから。これは後ろに踏んでいます。外足が後ろに残っているので、外足をもっと前に出してほしいです。悪くないのですが、脇、あばらを一番ひねらないといけないのですが、そうなっていません。膝で操作しています。膝や腕を使ってひねっています。伸展で股関節がよく動いて内旋外旋できています。ただしながら運動になっています。腰を回してから足を回すとスプリント系の運動になります。このようにレロレロはかなり難しいのです。
ですが、伸展、腰を立てる、両足アウトエッジ、母子球に乗らない、内旋、外旋、ドローイン、あばらで逆ひねり、スプリント系の運動と伸展加圧の基本が詰まった練習方法なので、ぜひやってみてください。コツコツやっていれば、いずれレロレロが上達し、滑りが変わってきます。次の練習はくるくるです。このようにターンの途中に1回転入れます。これは練習体のエッジを使わない回旋動作を取得するための練習です。エッジに乗るとターンは決まってしまいますので、ターン後の調整にはこのようなスキーを自由に回旋させる動作が必要です。両足アウト側、内膝を返す、外足の伸展、外足を前に出すなどの要素が必要です。インエッジが立っちゃうと絶対できません。頑張って膝を割ろうとはしていますが、スタンスが広いままでは無理なので、スタンスを狭くするしかありません。レロレロでは腰が立っていましたが、くるくるでは腰がむちゃ引けています。手も引けています。なのでニュートラル時になおさら X 脚になってインエッジが立ちます。もっとドローインして腰を立てないと無理です。上を向いた時に回転が止まります。それはスタンスが広がり X 脚になるからです。この上を向いた時に内膝を返してほしいのです。勢いありますが、これも同じです。上を向いた時に両方のインエッジが引っかかり回転できなくなっています。両方のアウトエッジに乗ってほしい。スタンスは広がっていませんが、両方の膝をイン側に入れすぎて X 脚、腰が引けています。同じですね。くるくるに入る段階では両膝を割る意識がすごくありますが、上を向いた時に内膝が返っていません。結構できているのはスタンスも狭く、またドローインしていることです。だから割と両方のアウト側に乗れているのです。やはり上を向いた時の内膝の返しですね。あと腰が引けています。ポジションは良いのですが、やはり上を向いた時に内膝が返りません。ポジションが良いというのはどういうことか。ベロに乗ると腰が引けます。乗り込みすぎです。かかとが体より後ろにあります。屈曲です。腰が立ってかかとが体の下です。伸展です。もう一度見本を見ましょう。伸展のポジションから上を向いた時にスタンスが広がらず内膝を返している。これが基本です。実はさらに奥があります。なんでこんなにスムーズに回転できるのか。上を向いた時に内足を引くのです。内足を引くと外足、外腰が前に出やすくなりスムーズに回転できます。この時点では両足は揃っていますよね。ここから内足を引くので見ててください。はい、
明らかに内足の方が下がっていますよね。内足を引くのがスムーズに回転するコツです。ここから鼻血ドバドバポイントです。この内足を引く動きが実際の滑りに役立ちます。ニュートラル、トイレットポジションで両方のすねは同じ角度です。内膝を返してから内足を引きました。その証拠にすねの角度が内足と外足で変わっていますよね。いや、外足を前に出しただけじゃないのと思う方もいるかもしれません。しかし外足を前に出す意識だけではうまくいきません。内足を引かずに外足だけ前に出そうとすると外腰が開いてしまうでしょう。物理学的に言うと角運動量保存です。何かを出すには何かを引かなければ角運動量は保存できません。有名なのは落下する猫のひねり問題です。なぜ猫は空中で体をひねることができるのか。猫が逆さまに落下し始めた時に回転していなければ角運動量はゼロなわけです。空中を蹴ることができないので回転が生まれるはずがないのですが、実際は反転して無事着地します。どうやって回転しているのか。実は2種類の回転を行っていて、その2つの回転が逆方向なのでトータルでは回転がゼロなのです。このように角運動量を保存させながら猫は空中で器用に体の反転を実現しています。スキーの話に戻します。片足を前に出すには地面に立っていればもう片方の足で地面を蹴って無事前に出すことができます。では外力が使えない空中ではどうでしょう。2種類の方法があります。片方の足を引けばもう片方の足や腰を前に出すことができます。あるいは片方の足を前に出しますが同時に腰が引けます。どちらの場合も角運動量はトータルゼロのまま保存されます。スキーの場合、ニュートラルでトイレットポジションを取った後は外力が使えないのでこの空中にいる場合と同じです。そして正解は1つ目の内足を引いて外足、外腰を前に出す方法です。内足を引かないで外足を前に出そうとすると2つ目のように腰が引けてしまい、結果後ろに踏んでいると言われるのです。いやー、この動画を作りながら私も初めて気づきましたよ。今まで散々外足前に出すの難しいなぁと感じていましたし、内足を引く場合もあれば引かない場合もありましたが、今回理論的に内足を引くのが正解、内足を引かないと腰が引けると分かったのはでかいです。先ほどの見本のように内足を引くから外腰と外足がスムーズに前に出るのです。そして外足は伸展、内足は畳まれます。そうです。細かいことを言うと伸展加圧が大事と今回言っていますが、外足は伸展加圧でも内腰は潰すので内足は屈曲加圧なのです。内足を引くという動作でスムーズにくるくるができるようになることがこの滑りにつながります。以上で前編を終わります。これからもスキーの役立つ情報を配信していきますので、逃さないためにもチャンネル登録をお願いします。高評価も励みになりますのでよろしくお願いします。後半に続きます。次回はキックターン、裏キックターン、キックターンで滑る、すり足などの練習を紹介します。今回以上に興味深いいろいろな気づきがあると思いますので、ぜひ見に来てください。終わり。